漆はもう黒だけでそのものだけで光らせるんですよ。だから漆黒っていう言葉があるぐらい綺麗に黒が光るんですよね。漆しかないと思うんですよ。これだけの高クオリティでこのものを作れるものってやっぱり他の塗料ではできないことがやっぱ漆でできるんですけども、この技術がなくなるとかなりもったいないと僕は思うんですよね。夢は何ですかってよく言われるんですけど、死ぬまでこの仕事ができたら一番幸せっていうふうには思いますね。まず、この後に漆をどんどん塗っていくんですけど、それの吸い込み止めですね。吸い込み止めプラス、この後の作業の食いつきを良くするための作業ですね。で地付けというのはこれがとのこです。これ地のこなんですけど、これとこれを混ぜたものでこう下地をつけていくんですね。この形状に合わせてこれを調整します。硬さを調整して、硬すぎるとつけづらいんですよ。こういう曲面っていうのはできるだけ柔らかくつけて削って使うと。これ一つ研ぐのにですね、だいたい15ぐらいの形の砥石がいります。はい、部分部分でこう形が違うので、それに合わせた砥石を作って研いでいくんですけども、上塗りをする前に一回研がないといけないんですけど、それは墨でちょっと研ぎます。足つけって言いますけどね、これ傷をつけておかないとこうがっちり食いついてくれないんですよ。粗い砥石でこの作業をしてしまうと、その研ぎ跡がはっきり映ってきます。こう研ぐものって結構いろいろ種類あるんですよ。今人工砥石っていうのもありますし、ペーパーヤスリもありますし、漆に限るとですね、墨がないと最高級のものを作れないんですよ。結構ね、この角が大事なんですよ。スキッとしてるっていうふうに僕ら言うんですけど、その研ぎができるのは墨以外ないと思いますね。いや、墨ってすごくて、こう繊維でこう研いでるっていうか、結構長い歴史ですけど、漆っていまだにね、昔の人が考えた道具がやっぱり完璧なんで。
もうホコリを取るっていう、本当にちゃんとこう細かいホコリまで取ってくれるんですよね。これが人の髪の毛ですね。いろんな毛ありますけど世の中、これじゃないとやっぱり綺麗に塗れないんですよね。ここまで髪の毛が入ってます。ここの先がダメになったらですね、削るんですよ。だから鉛筆みたいに使えるんですよ。だからこれ1本あれば、一生使えるんじゃないですかね。こう先にメッシュが貼ってあるんですよ。糞の大きさに従って均等に巻くためにこれは使いますね。でこの後にこれが乾いたら一回漆で固めて、これ坊主みっていうんですけど、これを使ってここを研いでいくんですよ。こう研いでる時にこの下に落とすと傷がいくんですよ、漆の面に。だからこう金の上から出ちゃいけない。だから落とさないように研ぐのも結構大事な技術かなっていう。柄が細かければ細かいほど結構大変ですね。京式っていうそうですね、形ももちろんあるんですけども、一点物を作るっていうところに長けてるんですよ、京都は。同じ塗る作業でも形がちょっと変わればかなりその塗り方っていうのが変わってくるので、やはりお椀を作ってるところはお椀ばっかり塗るっていうのにやっぱり長けるんですね。で京都は結構いろんな一点物をするっていうのに長けてるので、そこは他の地方には負けないところかなと。作家活動の場合はもう自分の作品自分の名前で出すので、あらがあっても大丈夫なんですよ。職人はやはりそれは通用しないんですよ。相手さんがいる話なので、相手さんがダメって言ったらもうダメなんですよ。漆塗りをしてます杉本と申します。高校の時にその漆を教えてくれてた先生、弟子入りしてみるのもいいんじゃないかみたいなことを言っていただいてですね、ほんで先生を紹介していただいたんですよ。そこで8年間弟子入りさせていただいて、漆で先ほど見ていただいた通りですね、本当に1から10まで本当に大事なんですよ。どれか一つ欠けるとですね、いい作品ってできないんです。本当に全て集中して細かいところにも気を使わないといい作品ってできないんですよね。漆は特にそれが難しいところかなと思いますね。私は、京都で蒔絵の仕事をしている島本恵と言います。木から取れる樹液の漆を使って絵を描く技法ですね。日本では平安時代初期ぐらい頃にはもう完成されてたんじゃないかって言われる技法なんですけれども、これは割と日本独自の技法でして、漆とあと金や銀、金属の粉ですね、粉をまくことによって絵にしていく。でそういう仕事を京都でしています。日本画を大学の時に勉強してまして、日本の古典というか昔ながらの図柄とか絵についてすごく興味があったんですけれども、その自分の描いた絵がですね、
立体になって使っていただけるものになるっていうのを漆の作品とかお茶会とかに行って初めて体感したといいますか、あ、こういう絵があるんだっていうのをそこでちょっと思いまして、で、お茶道具とかになるとしかも自分の描いた絵がですね、その後200年300年先の未来まで人の手から手に受け継がれていく可能性が出てくるっていうので、それにすごくロマンを感じて道具を作りたいっていう気持ちがあって、で入らせていただいたかなと思います。ぐっと耐えるっていうことが大事だなって思いました。結構漆の作業って我慢をしないといけないんですよね。長い時間をかけて作るものなので、下の作業をきっちり仕上げないと上の仕事に響いてくるっていうのがやっぱり漆の仕事はあるので、一つ一つきっちり、残さずにこなしていくっていうのが弟子入りした中で一番良かったんじゃないかなと思います。伝統工芸って割と周りから消えてくってよく言われるんですけど、そうならないように、買い支えたりとか、自分で作ってみたりとか、先々のことを考えてっていうのは常に思ってます。彼は割と営業とか苦手なんですけど、私はできるだけ外に出て、漆のことを知ってもらう、漆って何っていう人がもう圧倒的に多いですので、使ったことがない分野、現代の建築とかアートディレクターの方とか、そういう方とお会いして漆っていうものはどういうものかっていうのを伝えていく作業はしないといけないなとは思ってます。伝統とかはあまり特に考えてないんですよ。たまたま面白くてやってるのが伝統工芸だったっていうだけの話なので、ただその漆って本当に漆しかないと思うんですよ。これだけの高クオリティでこのものを作れるものって他にもいろいろ塗料はありますけど、やっぱり他の塗料ではできないことがやっぱ漆でできるんですけども、この技術がなくなるとかなりもったいないと僕は思うんですよね。最後まで僕がちゃんとしたものを作っていきたいと思うんですけども、やっぱりそれだけではダメで、そこでやっぱり島本みたいないろいろ発信していっていただくっていうことがすごく重要になってくるかなと思う。実際漆っていう言葉を知らない世代がやっぱり出てきてるんですよ。僕よりも年下の子で漆っていう言葉自体をもう知らないっていう子がいるので、職人ってどうしてもこもって仕事をしてるもんですから、どんどん発信していく人の方が今はより大事なのかなって思いますね。時代時代の流行りっていうか、その時の一番これがいいねって言われたものが時代のふるいにかけられて美術館にそのうち収まっていくんですよね。そうやって残っていったらいいなと思いますね。クイズとか特に楽しいとかおっしゃる方いるじゃないですか。それが僕にとっては漆なんですよ。すごく難しいけど、それをクリアできた時のなんて言うんでしょうね、クリアできたぞ感っていうか、すごく幸せになれるんですよ。その一瞬が、それをずっと繰り返している感じなんですよね。それだけでやってます。だから続けられてるっていう感じですかね。はい。最初に蒔絵に触れたのがですね、マリー・アントワネットが集めていた蒔絵コレクションだったんですよ。日本の美術館でやってたんですけど、それを見てこんなに美しいものがあるのかって思ったんですよね。特にしかも日本にしかない技法だっていうので、それでいろいろ蒔絵について調べていって、でももうやる人がほとんどいなくて、高度な技術ももう昔作っていたものが今はもう作れなかったりとか、そういうのを調べていて、なんて言うんですかね、やらねばって思ったんですよね。義務感じゃないんですけど、運命的なものを感じたと言いますか、これを一生できたらすごく幸せだろうなっていうふうに思いました。